はい、皆さんこんにちは。ランジャパニーズチャンネルです。今日は日本語を勉強する前に絶対知っておくべき6つのことをご紹介します。これから日本語を勉強しようと思っている方はもちろん、今日本語を勉強中の方にもより日本語を理解する上でヒントになることをお伝えしたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。日本語は英語と全然違います。言葉の語順も違うし、文字も3種類あって、発音のリズムも全く違います。だから、英語の感覚でそのまま勉強しようとすると、なんでこうなるの？とびっくりすることもあります。でも大丈夫。最初に日本語ってこういう言語なんだよということを知っておくだけで、その後の勉強がずっとスムーズになります。この動画では、今動画を見てくれているあなたが、これから迷わず楽しく日本語を学べるように、大事なポイントを6つに分けて、分かりやすくお伝えします。なんとなく難しそうと感じている方も、ちょっと勉強してみたいと感じていただけると嬉しいです。それでは早速始めましょう。まず一つ目、英語と日本語の語順は違う。英語では I eat sushi のように主語、動詞、目的語の順で話します。でも日本語では私は寿司を食べますのように主語、目的語、動詞の順になります。最後に動詞が来るので、文の意味は最後まで聞かないとわかりません。この語順の違いを知っておくと、日本語の聞き取りや作文が楽になります。ぜひ覚えておいてくださいね。はい、次2つ目。日本語には3つの文字がある。日本語にはひらがな、カタカナ、漢字という3種類の文字があります。それぞれどういったものか順番に見ていきましょう。はい。まずこれがひらがなです。英語でいうアルファベットですね。基本となるのはこの46文字です。全体的に曲線が多くて柔らかく優しい印象の文字です。このひらがなはすべての日本語の基本となる文字です。ひらがなは単語や言葉を構成するパーツになったり、助詞として使われたりします。耳で聞こえるすべての日本語は、このひらがなで書くことができます。次はカタカナを見てみましょう。はい、これがカタカナです。カタカナは基本的にひらがなと音が全く同じで、数も基本のものはひらがなと同じ46文字です。違うのは見た目と使い方です。見た目は直線が多くて、ちょっとかっこいい印象の文字です。使い方ですが、カタカナは外来語や音の表現などに使われます。外来語というのは、主に日本以外の国から入ってきた言葉のことです。例えばケーキとかテニスとかですね。こういった言葉はこのカタカナで書きます。それから音の表現にもカタカナを使います。例えば犬がワンワンと鳴くとか、ドアをコンコンと叩くとか、
このように使います。これがカタカナですね。はい、次。3つ目は漢字です。はい、これが漢字ですね。漢字は数がとてもたくさんあるんですけれども、ここに見えているのはそのうちのごく一部分です。漢字は一目で意味がわかる絵のような文字です。例えば、山。山っていう漢字はこう書くんですけれども、これは山の形から成り立っています。その他にも川はこう書くんですけれども、これも川の流れから成り立っています。このように漢字はそのものの形やイメージから成り立ったものが多いです。ひらがなとカタカナは一つ一つの文字に意味はありませんが、漢字はそれぞれ一つ一つの文字に意味があります。例えばこの1であれば意味は1ということになりますね。このように一つ一つの文字にそれぞれ意味があります。勉強する順番としては、まずひらがなから始めて、次にカタカナ、そして漢字へと進んでいくのがおすすめです。一度に全部覚える必要はありません。順番にゆっくりで大丈夫ですよ。はい、次3つ目。助詞が大事。日本語では助詞と呼ばれる小さな言葉がとても重要です。例えばこの文を見てください。これは本です。これは this。本は book。this は is です。じゃあ、これは何かというと、これが助詞です。助詞は単語と単語の間に入って文を作ったり、文の意味をはっきりさせたりする役割があります。はの他には、が、お、に、でなどいろいろ種類があります。この助詞があることで文の中の意味や関係がはっきりします。英語にはない考え方なので最初は少し難しいですが、この助詞を正しく使えるようになると日本語がぐんと伝わりやすくなります。はい、次4つ目。日本語の発音は平ら。日本語の発音は全体的に平らなんです。こんにちは、さようなら。このように音も平らですし、話しているとき、私の舌はほとんど動きません。英語だと、例えばバナナのようにアクセントがはっきりしていて、強く言う音と弱く言う音がありますよね。でも日本語は音の強さや高さにあまり差がなくて、一つ一つの音をだいたい同じリズムで発音します。こんにちは、こんにちは。例えば、日本語のこんにちはも英語っぽく言うと、こんにちはみたいに聞こえます。これでも意味は通じますし、さほど大きな問題ではありません。ただ、より自然な日本語の発音に近づけたいのなら、こんにちはとフラットに同じリズムで言うのがコツです。口の動きも英語より小さくて OK。大げさに口を開けたり、舌を巻いたりする必要はありません。ポイントは、ゆっくり
はっきり同じリズムで発音すること。それだけでぐっと日本語らしい発音になりますよ。はい、次5つ目。日本語には丁寧とカジュアルがある。日本語には丁寧な言い方とカジュアルな言い方があります。例えば、eat を日本語にした場合に、食べますは丁寧な言い方、食べるはカジュアルな言い方です。意味は同じなんですが、誰と話すかによって使い分けるのがポイントです。カジュアルな言い方は、仲のいい友達や家族との会話でよく使います。でも、大人同士で話すときや、初対面の人と話すときは、丁寧な言い方が基本です。なので、日本で日本語を使うなら、まずは丁寧な表現を覚えるのが安心です。日本語では、相手に敬意を示すことや、相手への気遣いがとても大切です。はい、次6つ目。すぐに話せなくても大丈夫。日本語を勉強し始めると、難しいな、わからないなと感じることがたくさんあると思います。でも、すぐにわからなくても大丈夫です。日本語は慣れが必要な言語で、最初から完璧にできる人なんていません。日本人も子供の頃にノートにひらがな、カタカナ、漢字を何度も何度も書いて練習しながら少しずつ上達しているんです。なので皆さんもぜひ何度もノートに日本語を書きながら勉強することをお勧めします。これは一見遠回りなようで、実は一番確実で一番身につく勉強方法です。日本語の勉強はちょっと木を育てるのに似ています。ひらがな、カタカナ、漢字は根っこ。文法は幹。そして語彙やフレーズが枝や葉っぱです。最初はバラバラで何をやっているのかわからなくなることもあると思います。でも映画を見たり本を読んだりいろんな日本語に触れているうちに少しずつすべてがつながっていきます。わからないことがあっても気にしなくて大丈夫。焦らずコツコツ続けていけば必ずできるようになりますよ。はい、いかがでしたか？この動画の概要欄にひらがな、カタカナ、漢字、それぞれのレッスン動画のリンクが貼ってありますので、ぜひそちらから勉強をスタートしてみてくださいね。最後まで見てくれてありがとうございました。またね。